こんにちは、カピトリップのカピです。今日は両国駅にやってきました。両国といえば相撲、国技館、ちゃんこというイメージなんですが、今日はね、両国駅の周りをブラブラとお散歩して、いろんなスポットを巡りたいと思います。いい感じのカフェとかも行きたいですね。今は駅から北側、国技館の方に歩いてます。朝の9時ぐらいかな。なんか国技館の横にかき小屋の屋台が並んでる。なんかイベントがあるんですかね。クキ大好きなんですけど、昔当たったことがあって怖くてしばらく食べてません。ここが国技館の正面ですね。切符売り場があるってことは当日券とか買えるのかな。私は1回だけマス席で観戦したことがあるんですよね。その詳しくないんだけど、やっぱり現地は迫力が違いましたね。なんかアイドルとかゲームとかのイベントとかいろいろやってるイメージもありますね。墨田区のコミュニティバスのバス停、葛飾北斎の絵があって、バス停のベンチが座布団のみたいな感じです。かわいい。国技館の前だからかな。北斎って墨田区生まれなんですね。横網一丁目というところに来ました。国技館からすぐなんですけど、旧安田庭園というお庭があります。庭園の周りをぐるっと回ってみますね。左側に見えるのは多分首都高かな。歩いてたら刀剣博物館というのを見つけました。調べたら日本刀の歴史とか種類とかがわかる場所みたいです。割と新しそうな建物です。2018年にリニューアルしたばっかりみたいですね。さて、旧安田庭園の中のんびりお散歩してきました。撮影禁止なのでね、映像はなしです。なんか江戸時代には隅田川の水を引いてて、潮の満ち引きで池の水位が変わってたらしいですね。今は機械で水の水位を調整してるっぽいです。池を眺められるなんか日向ぼっこにも良さそうなベンチがあったけど、今日はお散歩優先しました。旧安田庭園前という交差点の入り口に着きました。中がね、撮影できないので外からの映像だけちら見せです。交差点からちらっと見えてる独特な建物が東京都慰霊堂ですね。もともと関東大震災の遭難者の方を供養するために建てられた建物だそうです。かなり独特なデザインの供養塔を眺めつつ、正面に向かって歩いてます。関東大震災の時はこの公園で火災が起こって、たくさんの人が亡くなった場所でもあるみたいです。歴史をこう噛みしめて歩いていきつつ、右手には高い建物見えますね。ホテルっぽいかな。墨田区だけあってスカイツリーも見えますね。歴史と現在が混ざり合ってる感じがして不思議な気分です。
慰霊堂の正面に来ました。設計は伊藤忠太さんという方です。有名な建築家なんですが、建築の歴史も研究されてた方ですね。公園の中には東京都復興記念館という建物もあります。中では関東大震災や第二次世界大戦の歴史が展示されてました。慰霊堂とか復興記念館の中の様子はね、ぜひ実際に行ってみてください。さて、さっき見えてたホテルの横を通りつつ、江戸東京博物館の方に行きます。都営大江戸線の両国駅ってここにあるんだ。JR の両国駅からはちょっと遠いかも。博物館のめちゃめちゃ特徴的な建物が見えてきました。2026年3月31日にリニューアルオープンしましたね。実はこれ撮影してるのはオープンのちょっと前でしたね。新しくなった江戸東京博物館、早く行きたいんですけど、オープン直後は混んでそうだから、もう少し落ち着いてからゆっくり行こうかなと思ってます。はい、本当は隅田北斎美術館に行こうかなと思ってたんですけど、ちょっと疲れちゃったので先にカフェ探します。 JR の高架の下を通って南側の方に向かってます。歩いてたらなんか葛飾北斎の銅像がありました。伊賀新北斎ギャラリーって書いてます。フォトスポットみたいですが、一人で自撮りはちょっとハードル高いかも。両国というカフェは残念ながら満席でした。お店の前のベンチがおしゃれすぎます。カフェを探して歩いてます。この建物めちゃめちゃいい感じですね。看板建築っぽいかも。O2コーヒークラブというカフェに入りました。さっきのお店もここもこじんまりしたお店です。海外の方も多くて賑わってたけど、なんとか座れました。ほうじ茶ラテとワッフルで休憩中です。お店を出てまたブラブラします。具だくさん豚汁の文字に惹かれつつ歩いていきます。後でちゃんこ食べたいんで我慢。お店を出てすぐのところに両国公園と両国小学校がありました。開校150周年って相当歴史あるよね。公園の桜ももうすぐ咲きそうです。桜と首都高につられてちょっと寄り道してます。
川の上の首都高って東京のこの辺ならではの風景な気がしてます。なんとなく。戻って馬車道通りという道を歩いてます。昔馬車が通ってた道で合ってるかな。なんかちゃんこの自販機見つけました。初めて見た。もつ鍋ちゃんこが美味しそうです。桜餅の上りに惹かれつつ我慢してゆったりお散歩してます。お化粧パフ販売中。本当にパフ売ってますね。東京パフ株式会社という会社の自販機みたいです。ちゃんこにパフっていうレアすぎる組み合わせ。ぐるっと歩いて恵光院という場所に着きました。江戸時代の明暦の大火で亡くなった方の冥福を祈るためのお寺だそうです。お経とか法話カフェっていうのもやってるみたいです。あとはここは旧国技館の跡地でもあるみたいですね。さて大通りを渡ってついにお昼ご飯食べに行きます。やっぱり両国といえばちゃんこですね。ちゃんこ霧島さんにやってきました地下1階から8階まで全部ちゃんこのビルだ。お昼は定食っぽいちゃんこもあるので一人でも入りやすくて助かります。ただ周りは2人以上のお客さんだったけど、まあ強いメンタルで行きましょう。お腹いっぱいになったのでさっきスルーしちゃったね、隅田北斎美術館に行きます。総武線が走ってますね。この通りはちゃんこのお店とか飲み屋とか定食屋さんがたくさんあります。なんか歩いてたら両国の湯っていうおしゃれなスパっぽい看板を見つけました。どういう？これみたいです。おしゃれすぎてちょっと入れないです。銭湯とか温泉とか好きなんですが、今回はお散歩したいのでまた今度にします。ついに隅田北斎美術館到着しました。前に1回来たことがあるので2回目ですね。瀬島和代さんという有名な建築家の設計です。アルミの壁がとっても特徴的な建物ですね。割とこじんまりとした美術館なんですが、その分じっくり展示と向き合えるので私は結構お気に入りです。今回もゆっくり回ってきました。ここからもスカイツリーが見えますね。お、墨田区のバスが走ってる。もしかすると今回行った場所をこれで巡れるかもしれないです。両国駅の方に向かって歩いてます。遠くからでも江戸東京博物館目立ちますね。
帰り道にマイチャイというチャイの専門店に立ち寄ってみました。チャイが何かよく分かってないんですが、めちゃめちゃスパイシーでびっくりしました。なんか体に良さそうな味がする感じ。さて、江戸東京博物館まで戻ってきました。菊竹清則さんという建築家の設計で、1993年に開館した博物館らしいです。久しぶりにじっくり見ますけど、超巨大なピロティがある大胆な建物という感想ですね。圧倒的だなぁと。博物館の横の遊歩道を通って両国駅に戻ります。横側からも建築を眺められていいですね。両国ポンプ所と国技館の裏側の間を通り抜けると、江戸東京博物館のメインの入り口ですね。この日はリニューアルオープン直前だったんですが、間もなく開館という感じでワクワクしましたね。国技館の横を通ってもうすぐ両国駅です。今回は両国をぐるっとお散歩してみました。歴史も建築も、そして美味しいものもいっぱいで楽しいお散歩でした。それではまたお散歩しましょう。バイバーイ。